皆さんこんにちは、小沢マリアです。今日の YouTube は私がこの間山形に旅行に行った時に体験した不思議なことを話したいと思います。なんかこれもなんて言うんですかね、撮り方によってはただ迷子になって終わったって言っちゃえばそうなんですけど、私的にはなんかすっごい謎で不思議だったので、もちろんこれも Facebook にもアップしてみんなにどう思いますかみたいな感じで聞いてみたんですけど、一応 YouTube でも話してみたいと思います。なので、じゃあ一から話すと、山形旅行に行って、で山登りするつもりはなかったんですけど、なんかその日朝早くから動いてて、で結構グループで行ってたんですけど、その一緒に行ってた友達と山登ってみないってなって、で蔵王がすごい有名なので、蔵王温泉の近くに泊まってたから、その旅館の人にこの辺で有名な山、登れる山はそんな急じゃなくて初心者でも行けるような山はどこですかって言ったら蔵王山って言われて、で車のナビで検索したら、うちらが泊まってた旅館から車で1時間ちょっとぐらいだったので、じゃあこれはもうせっかくだから行こうってなって行ってみたんですよ。で行ってる途中、携帯のネットで調べてて、どうやって行くかとか、どこの駐車場が一番いいのかとか、蔵王さんの登り方とか、いろんな人のブログとか見てて検索してたんですけど、最初にヒットしたのが借りた駐車場っていうところがあって、そこから最初のロープウェイがあるって言われてるところから3キロぐらいって書いてあったんですね。でいつも私ジムとか、街歩いたりとか 3,4 キロ普通に歩いてるので、そんな 3,4 キロが30分前後ぐらいなので全然大丈夫でしょってなって、借りた駐車場にGoogle でマップで調べて行って車を止めて、そっからじゃあ登ろうってなったんですけど、その駐車場を見てもみんな唖然として、なんもなくないみたいな、多分本当のただの山道一直線みたいな感じで、そこで最初に写真撮ったのがこの借りた登山コースっていう写真があって、このマップなんですけど、その写真を撮って、じゃあここで一回写真を撮って何分後ぐらいにその最初のスタートと言われてるところまで行けるか測ってみようってなって写真撮ったんですけど、その横にクマ注意って書いてあって、クマってなって、ここクマ出るのみたいな。でなんかそれもうみんな最初笑い話でまあ大丈夫でしょうってなって、そこからじゃあスタートしようと思って、最初のトラックフィールドっていうか、その登ってったんですけど、最初の20分ぐらいでこれくらいの景色が見えて、すごい綺麗で、なんかみんなやっぱ登ってよかったねってなってて、ここの時はまだ階段とかちゃんと掴むところとかあったので、なんかすごい綺麗だね、アルプスみたいだねみたいな話をしてたんですよ。でそっからまたさらに30分登って、もう結構みんなクタクタで結構急で、私山ってあんまり登った経験なかったので、もうその時もみんなスニーカー、普通のアディダスのスニーカーに上下スウェットみたいな感じで行って、結構寒かったし、上に行けば行くほど霧とかもすごくて、でその霧の写真なんですけど、その登ってるうちになんかだんだんこう険しい山道とかになってきて、とか思って、これ先あるのみたいな。でも景色は本当にすごい綺麗だからみんなで歩いてて、でその蔵王山で何が有名って、蔵王山の中心部分ぐらいにあるお鍋だったっけなっていうところがあって、もう蔵王湖があって、火山が噴火した後にできたレイクがあるんですけど、それがちょっと見えてきて、すごいみんなで超興奮して、絶対ここをめがけてもう突き進もうみたいな感じになったんですけど、やっとその中間地点というか、そのスタート地点ロープウェイがあって、ちっちゃいシュライン、お寺があって、そこをくぐっていこうよみたいなってなったんですけど、そこからがすごく謎で、
これ順番でコースの順番で言うと、借りた駐車場から始まって、そこからずっとまっすぐ行って借りた岳に行って、でお釜だったよね、釜を見て、で五色岳行って熊野岳行って馬の背登山道っていうのを通って宮城蔵王レストハウスでまた借りたの方に戻ってきて下に降りようっていうプランだったんですけど、途中じゃあ着きました。でこの蔵王湖を見ました。めちゃくちゃ綺麗でした。みんなで写真とかも撮りまくってて、こういう経験って本当にできないよねってなって、でしかもそういうなんていうんですかね、ゴンドラじゃないけどロープウェイを一切使わないで最初から険しい道を登っていって、すっごい達成感で、ここで帰るのもったいなくないってなったんですよ。でみんなでマップまた開いて、こっからどこに行けるのかってなって、で一応なんか何メートル先に看板があって、右に行ったらなんとか山なんとかなんとかってあって、で私みんな知ってると思うんですけど結構ブッダ好きで去年とかも結構ブッダ巡りとかしてたんですけど、この蔵王山にもあるっていうのをネットで調べてて、しかも結構でかいんですよ。もうこんなもうすごいでかくて、でそのネットに書いてあったのがもうすごいなんていうんですかね、蔵王山を守ってくれてる守り神としてみんなに伝わってるっぽくて、それをみんな見に行くっていうのがすごい一つの登山コースらしいんですよ。でじゃあみんなで行こうってなって、一応看板っていうか行き順みたいなのが書いてあるので、まず最初お釜を過ぎてここにたどり着いて、ここをまっすぐ行って、ここがトラックコースなんですけど、この険しい砂利道ですけど、これをずっとまっすぐ行って、でちょっとした先にあるはずだったんですけど、なんかだんだん道がめちゃくちゃ険しくなってって、でこの写真があるんですけど、上に行けば行くほどあれなんか道違くないってなって、でも間違えるわけないよね、だってそのマップ通りに行ってるんだもんってなって、歩けば歩くほどだんだんなんかこのコースも険しくなってって、これコース外れてるんじゃないのもしかしてってなって、でこれちなみにボーナス写真なんですけど、もう本当に何もないんですよ。もう霧とかもすっごい激しくなってきて、人も前後に人結構いたんですけどいなくなって、うちらだけになっちゃって、で前も後ろも、これはちょっと霧が晴れてるところだったんですけど、もう本当に全然分かんなくて、でちょっと右に寄るともう崖っぷちみたいなところをずーっと、これもそうなんですけどずーっと歩いてて、怖いとか言ってて、でなんかもうどこを目指していいか分かんなくなっちゃって、でネットも繋がらないし携帯も圏外だし人もいないし、でなんせ私たちすごい風の強い中、もうパーカーと普通のスニーカーしか履いてなかったから、これ降りるにもどうやって降りていいも分かんないし、とりあえず道があるから進もうってなったんですよ。でそっから多分1時間半2時間ぐらい山をさまよったら、まさかの多分頂上だと思うんですけど、熊野岳っていうところに着いて、これが多分下から1840メーターぐらい歩いたところにあったやつなんですけど、その駐車場の時からを考えると多分2000メーターぐらいは私たち登ってるんですね。で熊野岳どうやって熊野岳の方に行ったのって話になって、で一応なんかセーフティーホームじゃないですけど、レストエリアみたいなのがあって、暖炉があって、でいろんな登山家さんプロの方々がもうリュック背負って、もうなんかすごい厚着して熊よけのベル鳴らして歩いてるんですけど、向こうも向こうで私たちのことを見るたんびになんかクスクスみたいな笑ってるんですよ。でなんかそれもすごく恥ずかしくなってきて、でも迷ったんですけど、なんて言うんだろう、ブッダのところまでどうやって行っていいか分かんなくてとか、もう恥ずかしくて言えなかったし、ただあるはずの道を
行ってたのに全然違うところに着いて、でなんかその話してたんですけど、なんか神隠しみたいな話だねってなって、で一人が言い出したらもうみんなその話に乗っかってって、もしかしたら足が向かなかったのかなとか、別にバカにしながら山を登ったわけじゃないんですけど、なんかもしかしたらそれをなんていうんですかね、もうそれをもうお神様では何でも知ってるので、それを聞いてて、うちらがその道に行かないように違う道を誘導されたのかなとか、結構怖くて、でなんかみんな都市伝説とかも好きだからそういう話で盛り上がったんですけど、じゃあこれどっちを目安っていうかあれにして、じゃあ今度は下ればいいのってなって、でとりあえずいろいろ思い出として写真を撮ってたんですけど、その写真とかもなんかすごい不気味で、なんかよくわかんない缶とか置いてあって、何十年前の缶だよみたいな、すごい怖いとか言って話してて、とりあえずでも写真に収めようみたいな。でなんかまあなんていうんですかね、冗談半分ですけども、この携帯がなくされてもみんなわかるよね、どこにいたかみたいな。でこういう写真とかも撮ってて、とりあえず霧がすごくて、でやっとでもその頂上に行って、そのレストエリアに行ってから人がいたのでちょっと安心したんですけど、これとかもなんかすごい不思議な岩があって、とりあえずまあ写真を撮る余裕はあったんですけど、その途中が全然なくて、で下る時にじゃあその岡間方面っていう看板があったから、これをたどってじゃあ降りようみたいな。したらすんなり20分ぐらいで降りれて、行き2時間かかったんですよ。なのに帰り20分ぐらいでタンタンタンみたいなコース通り降りれて、でいろんな人が前後してて、うちらでもあそこから行ったよねみたいな、いやでもあの道こんな道あったっけみたいな感じをしてて、すごい怖くなって、でそういうなんかいろんな人の話とか聞いてると、なんかそういう本当はある場所なのに足が向かない人は見つけられなかったりとか、みんながその現地の人も何回も行こうとしてもやっとその30回目で行けたとか、そういう謎めいた話とか結構聞いてたので、今回もそうだったのかなって私は思ったんですけど、もうさっきも言いましたけど、撮り方によっては、ただただ迷子になってオフトラックになったって言えばそうかもしれないですけど、あまりにも謎すぎて絶対にトラックコース外れるわけないところを歩いてたのに、全然知らない、気づいたら崖っぷちに、もうそれこそだから登ってる時にいきなり気が強くなって、で霧が強くなって風も強くなって、前どこか分かんなくて、もうなんかほぼなんかこう四つん這いじゃないですけど、こう手探りで探してて前を、で霧が晴れたと思ったら山の上にいて、ここに来ようと思ってなかったのになみたいな、不思議だなみたいな経験があったので、なんもないってなんもないかもしれないですけど、そういうのをちょっとでも信じてる人からすると、この話ってどうなのかなとか、ちょっと相談をしたくて皆様に。で YouTube を通してなんか知ってる人がいたら教えてほしいなと思って、今回その動画を撮らせていただきました。でこの話を聞いて、そんなことないよとか、ただの迷子だよとか、それかもう全く私がただの勘違いでそもそもブッダがいなかったとか、そういうのもあるかもしれないですけど、何か知ってる人がいたら教えてください。でそういうなんか都市伝説的な話はすごく私は信じてるし、そういうブッダの力とかも超信じてるので、そういうのだったらそういう話もアドバイスも教えてくださいので、これが私が、山形で体験したとても不思議なお話でした。